この3つがあると本物のゴーサインじゃないかなと思います。はい、皆様こんにちは。大福まめこです。いつもご視聴ありがとうございます。今回はチャンネル登録者4万人達成記念引き寄せの法則 Q&A ということで、皆様からのご質問にお答えしていきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。いいねやチャンネル登録、コメントで応援していただけるととっても励みになります。 SNS でもいろいろ発信していますので、フォローよろしくお願いいたします。はい、では今回はチャンネル登録者4万人記念企画の第2弾ということで、引き寄せの法則 Q&A をお届けしたいと思います。引き寄せの法則について質問を寄せてくださった皆様、本当にありがとうございます。できるだけたくさんの方の参考になりそうなご質問を選ばせていただいたのでご了承ください。今回が1回目で全部で3回ぐらいになる予定です。たくさんの方にお答えしたいので、ご質問内容はね、要点をまとめて短くしております。あと今回いただいた質問で、分かる範囲でお答えしているので、具体的に何をするかといったことは皆さんのご事情によっても変わってくると思います。さらにご自分の状況にフィットする答えを導き出していただければなと思います。それでは早速行ってみましょう。ではヤミーさんのご質問。引き寄せの法則では常にいい気分でいることが大事と言われていますが、いい気分とは具体的にどのようなものでしょうかというご質問です。私の動画でもね、これまで何度もお話ししてるんですけど、好きなことをしてワクワク楽しい気分とか、安心してリラックスした気分、あとは不安や恐れがなくて情緒が安定している時の穏やかな気分、何かにときめいて心がキラキラ華やぐような気分といったことでしょうか。簡単なところで言うと、お風呂に入ってのんびりしてね、気持ちいいなって思ってる時の気分もそうですし、あと食べたいものを食べてね、美味しかったっていうこの気分もいい気分ですよね。自分が今とっても心地がいいなとか、いい気分だなって思うのは全部当てはまると思います。今この瞬間の自分の気分を感じてみる、しっかり味わうっていうのを意識してやってみてください。はい、では次はひとみさんですね。まめこさんが日々幸せな引き寄せのためにされているルーティーンや習慣はありますかというご質問です。そうですね、私の場合はまず波動を整えることですね。で、常に上げるっていうよりも落ちたら戻すっていうのを習慣にしています。疲れたら寝るとか、気がめいったら気分転換するとかね、ネガティブな考えが浮かんだらその都度ポジティブに変換するといった感じです。あとは今の状況の中に小さな幸せとか、あとラッキーなこと、感謝できることを見つけること、これはもう毎日の習慣ですね。で、私ね、夏に今のところに引っ越しをして、お風呂がすっごい気に入ってるんですよ。浴槽がね、大きくってすっごい気持ちいいんですね。なのでお風呂に入るたびに毎日幸せだなって思っています。日当たりがいいお部屋で気持ちがいいなとかね、あと毎日食べるお米ってよく噛むと甘くて美味しいなとかね、普通のことが普通に感じられる幸せっていうんでしょうか。どんなね、些細なことにも感謝して幸せを感じています。あとね、私以前も言ったことあるんですけど、嬉しいコメントをいただくとね、スマホでスクリーンショットを撮って、で保存してね、何度も何度も繰り返し眺めては、嬉しいな嬉しいなってね、ニヤニヤしてるんですね。自分の気分が良くなることを自分で作ってね、でルーティンにして楽しむといいと思います。はい、では次の質問はサタデーさんですね。原因がわからない不安や悲しみを手放すにはどうすればいいのでしょうか。感じたくない感情を手放したら穏やかな心を引き寄せられるのではと思うのですが、何か良いアドバイスをいただけたら嬉しいですということです。引き寄せのためにいい気分で過ごそうって思うんだけれど、過去のトラウマだったり、あと未来への不安とかね、そういったはっきりとした原因がわからないのにもかかわらず、漠然とした不安とか満たされない気持ちがあるということですよね。でも誰でもね、そういう時ってあるんじゃないでしょうか。で、私も以前ありましたね。落ち着かなくって、ざわざわするっていうのかな。なので、そういうのがね、自分だけなんじゃないかってあまり気にしない方がいいんじゃないかなと思います。でね、なんだみんなそういうことあるのかって思うと、ちょっと気持ちが楽になりません？あとはね、思考の癖があるのかもしれませんね。何々すべきとか、こうあるべきっていう正しさとかね、正解にこだわってしまったり、誰かの役に立たなければいけないんじゃないかとか、あと今の自分は完璧ではないっていう意識、
あと人に甘えすぎてはいけないとかね、自分を責めるような自責の念が強い方はね、ちょっとね不安を感じやすいところがあるのかなと思います。またはね、3歳ぐらいまでの記憶に残らないぐらいの子どもの頃にね、何かある出来事があってそう思うようになってしまったとか、あと過去世においてね、何か辛い悲しい体験をしているのか、そういったご自分のね記憶にないところに原因があるのかもしれません。でね、感じたくないって手放そうとすればするほど意識がそちらに向いてしまうので、ただね、なんかわからないけど今私寂しいんだな、なんか不安なんだな、ちょっと悲しいんだなってね見てあげる。でそして感情っていうのは浮かんでは消えていくものですから、紙視点に立って客観的に眺めてみましょう。そしてね、そんな自分を癒してあげるために今ほっとできるねことを何か少しでも自分のためにしてあげてください。今の季節だったらあったかいコーヒーをね自分だけのためにお気に入りのカップに入れてゆっくり時間をかけて飲むとか、食べたかったケーキをちょっと遠出して買いに行ったりね、あと好きなドラマとか映画をゆっくり見るとか、そういう時間をできるだけとって自分のことを慈しんでください。あとはね、朝の太陽の光を浴びてセロトニンの分泌を促すのも効果的です。特に朝のお散歩というのは不安感を落ち着かせる効果が高いんだそうです。ぜひ試してみてください。で、不安になった時に原因を突き止めて無理に消そうとするよりも、その都度自分を愛することを心がけてください。そしてね、そういう感情が別にあってもいいんだ、それも含めて私なんだっていう感じでありのままを受け入れることで心が落ち着きます。もし日常生活にも支障をきたすようでしたら、メンタル系のクリニックで一度ご相談されるっていうのも一つかなと思います。はい、では次のご質問、ニコさんのご質問ですね。悩んでいる時にこれはもしかしてチャンスかな、ゴーサインかなと思う状況が起きました。ですが失敗を恐れるあまりに本当にこれがサインかすごく悩みましたが、自分を信じて覚悟し飛び乗りました。まめこさんのような不思議な体験はないのですが、分かりやすいゴーサインにはどのようなことがありますか、というご質問です。私の場合はね、突然それがアップになって見えたりとか、飛び出して見えたり、天井からね光が差し込むビジョンが見えたり、大事なことが光って見えるようなね、割とスピリチュアルな感じで見えるので分かりやすいんですよね。でも皆さんにもこういったことを感じ取れる感覚必ずあると思います。例えばね、前からどうしてもそれが気になって仕方がないとか、人とかテレビとかね、ネットからとかいろんなところからその情報ばかりが流れてくるとかね、あとはゾロ目の数字、同じエンジェルナンバーを1日何回も見るとか、あとチャンスが来た時にね、今これを逃したら絶対に後悔するんだろうなって分かっちゃうとかですね、これをやったらきっと自信になるだろうなって分かる感覚だとか、あとこれはねすごくいい思い出になるんだろうなとか、うすうす感じるっていうのもゴーサインですよね。あとはね、もしたとえ失敗したとしてもやらないで後悔するよりはきっとやった方が後で得るものが大きいんだろうなって分かる、そんな感じでしょうか。不思議系のところでいくと、何迷ってるのよ、やりなさいよって誰かがね背中を押してくるような感覚があったりもします。怖いはゴーなんて言葉ありますよね。怖いって感じることこそゴーサインなんだよっていうことですね。確かにそういうことあるんですけど、人から勧められることでね怖いって思うことがじゃあ全部ゴーサインなのかっていうと、実はそうでもなかったりするんですよね。あまりに無謀すぎることはね、確かに怖いんだけど、いやないだろうって笑っちゃったりしますよね。私が思う本物のゴーサインっていうのは、ちょっと武者震いするような感じっていうんですかね。ワクワクでもちょっと怖い、でも本音を言うと自分ならちょっとできるかもっていうね、かすかな自信、この3つがあると本物のゴーサインじゃないかなと思います。はい、では次のご質問、えつこさんのご質問ですね。なかなか自分の思うように引き寄せができず、願いとは違うことが引き寄せられたり、ってなってしまいます。やはり無意識の潜在意識が関係しているのでしょうか。あとはアッキーさんですね。強く引き寄せたいものってつい頭の中から離れません。もちろん行動は大事ですが、強く思えば思うほど遠ざかっていくように感じます。やっぱりこれって執着なのでしょうか、というご質問です。で、以前の動画でね、究極の引き寄せっていう動画だったかな、願いを引き寄せようとしない方が引き寄せるんですよっていうお話をしました。
あとは願ったらすぐ忘れてっていう動画もありますよね。願いを決めたら引き寄せることを忘れる。で、強く願って未来に叶うと信じられたらもう忘れる、放っておく。そして今目の前のやるべきことを楽しみながら集中して行動し続けることが大事なんです。で、頭の中から離れないっていうことは、それがないと幸せになれないんじゃないかっていう不安とか恐れ、焦りがあるということですよね。で、つまりそれはやっぱり執着になりますし、で、今に集中できていない、満足できていないっていうことになります。で、今不足と不満の波動でいると、また不足と不満を感じる未来を引き寄せてしまいます。結局は自分の波動次第ですから、未来より今満足することを優先してください。で、悦子さんのね、願いとは違うことが引き寄せられてしまうっていうのも同じことですね。で、願いとは違っても意識を向けていることが引き寄せられます。引き寄せって願った通りになってなくても思った通りになってるんです。で、こうなったら嫌だな、こうなりたくないとか、失敗したくない、傷つきたくないっていうふうにね、叶ってほしくない方、ネガティブな方に意識を向けていると、そちらが叶ってしまうことになります。または本当に叶ってしまったら何か困ることがあるとかね、面倒なことになるんじゃないかなって心配してたりとか、こういったことありませんか？もし本当に叶ってしまったら、自分は本当にやっていけるんだろうかとかね、あと自信がなくて臆病になってたりしませんか？またはね、自分はきっとこの程度だろうって遠慮していたり、周りの目とか評価を恐れてはいないでしょうか？それが叶うことで何かを失ってしまうんじゃないかとかね、自分でアクセルとブレーキを同時に踏んでしまっていないか、ちょっとね、自分を振り返って検証してみてください。はい、では次のご質問はミュウさんですね。人と人とを引き合わせて仕事などがつながり、感謝されることが多いです。他人同士のことだとご縁がつながるのですが、肝心の自分のことになると効果が少ないです。他人の仕事、お金、恋愛については貢献できるのに、どうして自分のことになるとうまくいかないんでしょうか？意識したらいいことがあれば教えていただきたいですということです。あと次はニコニコさんですね。引き寄せは自分のことしか引き寄せられないと聞いたことがありますが、実際はどうなんでしょうか？例えば家族の病気が治る引き寄せや、疎遠になった友達とまたつながるような引き寄せや、友達の悩みが解決するような引き寄せなどは、自分自身の引き寄せではなく、自分以外の人のことなので引き寄せることはできないのでしょうか？というご質問です。このお二人はね、逆のことをそれぞれ感じていらっしゃるんですね。ミウさんは人の引き寄せはできているのに自分のことができないとおっしゃってて、でニコニコさんはね、自分以外の人の引き寄せはできないんでしょうかっていうご質問なんです。ということで、ニコニコさんへの答えはできますということになります。私もね、家族とか大切な人のことを願って叶ったこと何度もあります。ではまずミウさんの人の願いを引き寄せるのに貢献できるけど自分のことはうまくいかないっていうご質問なんですが、自分のことになると願いが強すぎるからなんじゃないでしょうか。もちろん自分の方以外のこともね、もちろん真剣に考えてあげていると思うんですけど、自分のことじゃないからこそ、客観視できているからこそ、いい感じで力みがなくてね、リラックスしてらっしゃるんだと思います。でかつね、親身になって考えられて、でいい波動が出てるんだと思います。でそしてね、助けてあげることを、楽しんでいるっていうかね、それによって自分も喜びとしている。そして喜んでもらえていい気持ち、心地よい気分でいられる。でそして自己肯定感も上がるから、波動が高くなって引き寄せられるんでしょうね。でつまり人の引き寄せのようでいて、実はミウさんの願いでもありますから、ミウさんの引き寄せになってるんです。で心からの奉仕の精神っていうのはとっても強い愛の波動ですから、ミウさんの引き寄せ力はめちゃめちゃ強いですよ。きっとご自分のことも引き寄せできるはずです。ですからニコニコさんもね、自分以外の人のために、祈る時に、そうなったら自分も嬉しいし幸せだって思うことが大事なんです。そうすると自分の引き寄せになるわけですね。これは私の動画で以前の神社参拝の初詣の動画でも詳しくお話ししているので、よかったらご覧ください。誰かの幸せを祈るっていうのはね、とっても崇高で波動の高い素晴らしい心がけだと思います。ただその方の幸せっていうのはその方が決
めることですし、でその方が自分で成し遂げることなんだってことは忘れないでください。またね、こうなるのがその人の幸せで、こうならないと不幸でかわいそうっていうね、ジャッジをしないように気をつけましょう。例えばね、娘さんがいつまでもお嫁に行けないからといって悩んでいる親御さんもよくいらっしゃいますよね。でも娘さんの幸せはご本人が決めることなんですよ。ですからこうあるべきっていう外野の人がね、思いのエネルギーをその方に乗せてしまわないように気をつけましょう。自分と他人とのね、境界線をしっかりと意識した上で相手の幸せを願ったり、その人が幸せになることを自分の願いとして祈ってみてください。でまたみゆさんに戻りますけど、みゆさんがね、もっと自分のことを引き寄せるのが上手になるには、叶えたいことにあまり執着せずに軽い気持ちでね、でどうせいずれ叶うんだから大丈夫っていう感じで今を楽しむことが大事かなと思います。でも自分以外の人のためにね、これだけ貢献できるんですからすごいことなんですよ。あとはね、みゆさんちょっと謙虚すぎるのかな。つい自分を後回しにして遠慮しちゃうところもあるのかもしれませんね。もっと自信を持ってね、で自分が幸せになることを自分に許可してあげましょう。はい、では次はまさこさんですね。前向きに頑張っていますが、なかなか思うように金運を引き寄せることができません。いい具合に頑張って収入があっても急に出費することが起こってしまったり、結局余裕がなくなります。もっと余裕がある生活がしたいですということです。まさこさんはね、いい具合に頑張ったら収入が増えてるんですよね。で急な出費があってもその都度対応できているっていうことですよね。ということは金運はちゃんとあるっていうことじゃないでしょうか。頑張ってもなかなか収入がね増えない方たくさんいらっしゃる中ですごいことなんですよ。でもそこに気づかずに足りない方、不満の方にね意識を向けちゃってるんで、そちらの方が問題かなと思います。金運が強い人って自分は金運が強い、私はお金に絶対困らないって信じてるんです。でいつも余裕がないとか、お金がない、私はお金でいつも苦労するなんてね、こういった言葉は貧乏神が大好きなんですよ。言霊の力っていうのは良くも悪くもめちゃくちゃすごいんです。言葉通りの現実をまた引き寄せてしまいますから、言葉には気をつけてください。ですから、必要なお金がちゃんとあるんだから私は運がいいなとかね、お金がちゃんと回ってるな、ありがたいなっていうふうに今あるものの方に目を向けて幸せを感じたり感謝をすることを意識してみてください。で今の波動がさらなるお金を引き寄せます。あとはそれと並行してね、収入を増やす行動を実際にすることですね。現実的な行動あってこそ本物の金運がつくんです。自分の限界とか思い込みを外してね、やってみたいこととか、興味のあること、副業とかチャレンジしてもいいと思いますよ。またはもっとお給料のいいところに転職のチャレンジをしてみるとか、現実的なことでできる方法はたくさんあると思います。あとはね、何のために、どれぐらい余裕が欲しいのかっていうことが漠然としすぎているのかもしれません。ただお金がたくさんあればあるほどいいっていう、これ漠然としたのではね引き寄せられないんですよ。どれぐらいの生活レベルになりたいのか、何があれば余裕があるなって感じられるのか、自分の本当の願いに向き合ってよりリアルにイメージしてみてください。そして出すエネルギーの量と入ってくるお金の量っていうのは比例します。たくさんの人を助けたり、喜ばれるようなことをするほどエネルギーは大きくなります。今自分の出しているエネルギー、意識や行動がね、欲しい金額に見合っているかどうか、お金に対して自分が日頃どんな意識を持っているか、もう一度見つめ直してみてください。はい、いかがだったでしょうか。今回はチャンネル登録者4万人達成記念企画第2弾ということで、引き寄せの法則に関する皆さんからのご質問にお答えしてみました。で今回が1回目で全部で3回ぐらいになるかなと思います。たくさんのご質問をお寄せいただきありがとうございました。では次は2回目になります。皆さんの知りたい疑問がきっとあると思いますので楽しみにしていてください。では今回のお話が良かったと思われた方はグッドボタンとチャンネル登録、そして通知のベルボタンもよろしくお願いいたします。それではまた次回もお楽しみに。